最近また気づいたことがあって、私は意識しないと100% で頑張り続けてしまう人なんだなって思ったことがあって、8月から派遣で週5フルタイムで働いてみようと思ってて、それは私にとっては新しい挑戦で、働き始めたら最初の方はラジオの投稿ペースが落ちちゃうだろうから、今のうちに頑張らなきゃって気持ちで過ごしていたら、気づかないうちにエネルギーを使い切っちゃってました。少し休憩して本を読みたい、音楽を聴きたい、ゆっくり散歩したい、そんな声も聞こえていたけど、あと少しだけ頑張ろうって心の声を無視してしまってて、いつの間にか気持ちにゆとりがない自分になっていました。ラジオを撮るのもコメントを返すのも大好きなのに、余裕がなくなると思うように納得できるラジオが撮れなかったり、100% の気持ちで寄り添ったコメントを返せていないような気がしたり、自分の感覚が少しずつ見えにくくなってくる感じがあったんです。そんな時、皆さんからいただいたコメントを読み返して、私は一人じゃないんだなって思えて、何度も助けられてきました。本当にありがとうございます。そしてこんな感じでちょっと無理して頑張りたくなる感覚が初めてじゃないように感じて、思い出したのが休職前のことでした。休職する少し前の私は、まだ頑張れる、もう少し頑張ってみようって毎日自分を試すような気持ちで会社に行っていました。この時まだ限界じゃないから、限界じゃないと休んじゃいけないって考えが頭にあって、友人に自分の限界がわかんないんだよねって話した記憶があります。保健師さんにお休みしてみてもいいと思うなって言われても、自分はまだ大丈夫なんじゃないか、もう少し頑張れるんじゃないかって頑張る理由を探してました。休むという選択をするのが怖かったんだと思います。この怖さにはいろんな理由があったんですけど、その中でも大きかったのがお金でした。社会人になって毎月決まったお給料が入ること、それが私にとっては大きな安心感につながっていて、仕事を休むということは、その安心を自分から手放すような感覚だったんです。だから私は苦しくても頑張る方を選び続けていました。会社に入って8ヶ月くらい経った時、明日が来ちゃうって夜寝るのが怖くなりました。お風呂を終えて寝る準備を始める頃には
心が落ち着かなくなってきて、頭の中が明日の仕事のことでいっぱいになるんです。明日はあれをやらなきゃ、ちゃんとできるかな、迷惑かからないように、ああして、こうして、ってそんなことばかり考えて、よくわからないけど、胸がいっぱいになって涙が出るって日が増えていきました。あと3回寝たら休み。耐えよう。そんな風に思いながら眠る日も多かったです。会社では先輩たちは本当に忙しそうで、今聞いていいのかなって様子を伺いながらいました。パソコンの前で質問したいことを書いた付箋を何度も見返して、先輩の時間を取りすぎないように準備したけど、断られるのが怖くて、30分くらい声をかけられなかったこともあって、勇気を出して2分お時間いただいても大丈夫ですかって聞いたこともあったのですが、その時は難しくて、そういうことが何回もあって、周りの空気を読みながら、様子を伺いながら自分の席にいるのですが、聞くタイミング間違えたらどうしよう。そんな不安に襲われて、質問することが怖くなってしまってました。その頃には、周りの音にもすごく敏感になっていて、ため息や強く押されるエンターキーや舌打ち、誰かがイライラしている声、周りの感情がそのまま自分の中に伝わってくるような感覚で、ずっとビクビクしていた気がします。朝会社に行くときや、会社にいるだけでお腹が痛くなる日も増えて、出社して自分の席に着いた瞬間、なんでかわからないけど、気持ちがいっぱいいっぱいになって、泣きそうになってトイレに駆け込むこともありました。その度にトイレの個室で深呼吸しながら、大丈夫、大丈夫って自分に言い聞かせていました。それでも会社を休めなかったのは、私はまだ頑張れていないし、頑張り続けないといけないって思ってたからだと思います。友人にそのことを話すと、少し休んだ方がいいんじゃないって言葉をかけてくれましたが、私はその優しさに救われつつも、その言葉を素直に受け止めることができませんでした。配属されてすぐコロナになってしまったり、健康診断に引っかかって少しお休みをいただいたりして、その時はみんなができることが増えていってる中で、私だけ遅れてる。みんなに追いつかないとって気持ちでいっぱいでした。だからこれ以上遅れたくない。休めないって気持ちが強かったんです。この時の私にとって
休むことは一番遠い選択でした。今思えば、私は頑張り続けるってことしか頭になくて、少し休憩したり、うまく手を抜くってことができませんでした。適度に頑張ればいいんだよって言葉をもらっても、適度がどれくらいかわからず、結局ずっと自分が出せる本気を頑張るの基準にして、その状態の自分じゃないといけないような気がしていました。出社する人たちの流れに乗って、会社の最寄り駅のエスカレーターに乗ってるとき、社員証を首にかける瞬間が、今日一日の始まりを覚悟する瞬間でもあり、帰りたいって気持ちを押し殺しながら、今日も頑張らないとって鼓舞する瞬間でもありました。上司に相談してみようかなと思ったこともあったけど、どう相談したらいいかわからなくて、頼り方がわからなくて、弱音を吐き出したら、自分の中にある気持ちがどんどん溢れてきて止まらなくなりそうで、結局毎回悩んで言えずに終わっちゃってました。最初は楽しみだったお弁当作りも、気持ちに余裕がなくなってきた中でも、今日は買って済ませようとは思えなくて、しんどいなって思っても、毎日お弁当を作ることをやめたくなくて、やめられなくて、楽しみだったはずなのに、いつの間にかやらなきゃいけないことに変わってて、苦しくても頑張る。疲れてても頑張る。そういう選択しか取れませんでした。今でも油断すると同じなんです。気づいたらこうしないとダメ。これだけはやらないとって自分で自分にプレッシャーをかけてしまう時があります。最近はラジオでも気づいたら 100% で走り続けようとしていました。いろんな気持ちを共有できる空間を作りたいからラジオを続けようって気持ちでいたはずなのに、気づいたら誰かのためにならなかったらどうしよう。どうしたら喜んでもらえるかなって考えて、動画を出さないとって自分にプレッシャーをかけてたんです。なんか最近もやもやしてるし、自分の感覚に素直になれてない気がするって思って、なんでだろうって考えた時に、無理しちゃってたのかなってことに初めて気づいて、私はラジオを投稿することを目的にしたくなくて、ラジオを通じて一緒に考えたり、安心できる場所を作りたかったんだってことを思い出して、今少し立ち止まる時間を作れています。そして仕事の時のように100点を目指して頑張ろうとしちゃってたけど、私のラジオを聞いてくださっている方がいて、弱い部分を見せても
受け止めてくれる視聴者さんがいて、だからラジオを続けられてるんだってありがたい気持ちとともに、100点じゃなくてもいいからラジオを続けていきたいって思ったんです。休職していた頃とはやってることも違うし、いろんな経験があって少し強くなれた気がしていたのに、私の癖は変わっていませんでした。でもそんな自分を責めずに、こういう時もあるよなって思うようにしています。あの頃の私は休んだ方がいいよという言葉を受け取れる状態じゃありませんでした。だからもし今同じように頑張り続けている方がいたら、無理に休もうとしなくてもいいと思ってて、ただそこで私は今 100% で頑張り続けようとしてるかもしれないって自分に問いかけてみてもいいのかなって思うんです。頑張りすぎてしまうのって、こうしなきゃダメ、うまくやらなきゃ、失敗しちゃいけないって不安から来る気がしていて、不安な気持ちが強い時ほどいろんなことが怖く感じられたり、気持ちに余裕がないように感じられたり、前に進めていないように感じる気がします。だから最近私は未来のことを考えすぎそうになったら、今できることだけやろう、そう思うようにしています。先のことを考えて全部を頑張ろうとするんじゃなくて、今日できることを今日の自分のペースで。多分私はまた頑張りすぎちゃうって時もあると思います。でもそういう時は今できることをコツコツやろう、そんな気持ちを思い出して自分なりのペースで進んでいけたらいいなって思っています。今日はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで聞いてくださってありがとうございます。今は7月末でだいぶ暑くて、梅雨も終わりを迎えてるからか天気が安定しないなって感じています。こんな天気が不安定な時期でもお互い体調に気をつけて過ごしていきましょう。今が朝の人も夜の人も皆さんにとって良い一日になりますように。マロでした。